皆さんこんにちは。五野へみきです。今日のテーマはこちら、語彙力です。語彙力を高めたいという方とか、あとはいつも同じ言葉を使ってしまうので改めたいという方だったり、プレゼンテーション、スピーチでスマートな言葉遣いをしたい、そんな皆さんにおすすめできる内容になっていると思います。まず持っている言葉は多い方がいいですね。多ければ自分が思っていることとか考えていることを適切に伝えられるということになりますので、コミュニケーションであればトラブルを防ぐということも期待できますし、あとはアナウンサーとかレポーターとか司会者の場合、その喋りでお金をもらうということであれば、状況を説明するとか、景色を描写するとか、こういったことも仕事の一つなので、使いこなす言葉は多い方がいいですね。で、語彙を増やす方法といえば、定番は本を読むですけれども、これ本を読んで難しい言葉を覚えたとしてもですね、その人前で使うとか会話で使うという場合は、相手に伝わらないと意味がないので、難しい言葉を使うタイミングがないということが起こりますね。例えば、にわか雨のことを秋雨とも言いますけれども、会話で昨日は激しい秋雨で大変でしたねって言っても伝わらない可能性が高いですね。なので、激しいにわか雨とか、あとは集中豪雨とか、今だったらゲリラ豪雨という言葉も一般的になってきましたので、そちらの方が適切ということになりますね。ということで、今日は本を読む以外の語彙力を高める方法をお伝えしていきます。スピーチトレーニング。まず語彙という言葉についてお伝えしておきますね。語彙というとボキャブラリー、語彙の量の意味で受け取る方がほとんどだと思いますけれども、言語学で語彙という言葉を使うときはレクシコン、語彙目録の意味で使いますね。語彙のリストとか語彙の一覧表という意味で使います。で、これボキャブラリーもレクシコンも訳語が語彙なので混乱しやすいですね。今日はボキャブラリーの方の語彙の話になります。それから語彙力を辞書で引くとこんな感じですね。その人が持っている単語の知識とそれを使いこなす能力というふうに出てきます。語彙力を高めるというのはボキャブラリーを増やすという量の観点とそれを使いこなすという表現力の観点、両面が必要になってくるということですね。それでは語彙力を高める方法入っていきましょう。その1はこちら。NG ワードゲーム。これとてもおすすめですね。例えば、何でもやばいになってしまう方。遅刻しそうでやばい。お弁当が安くてやばい。ご飯が美味しくてやばい。やばいというのは、とても便利、いいことにも悪いことにも使えるようになってとても便利なんですけれども、人前で使う言葉としてはちょっとどうかなというところで、他の言葉で言える方がいいですね。で、今日一日、やばいを使わない、やばいを NG ワードにするというゲームを、自分でするというのはとてもおすすめです。例えばそうですね、やばいを使ったら明日は甘いもの禁止にする。そんなルールを作って、一人 NG ワードゲーム、これをやるとですね、やばいを使わないから他の言葉だと何だろう考えるようになりますね。他の言葉だと何が当てはまるかなで、先ほどの例は例えば遅刻しそうで焦った、ご飯が安くて心躍った、お弁当が安くて心躍った、ご飯が美味しくてほっぺた落ちそう、こういうふうな言葉が出てくるようになりますね。スピーチトレーニング。それでは語彙力を高める方法その2です。アウトプット。やっぱり言葉って一人で心の中でずっと考えているというよりも、それを出していった方が表現力は高まりますね。で、語彙力を高めるために大事だなと私がすごく思うのは、ボキャブラリーを増やすこと以上にパッと思い浮かぶ、パッと出てくる、これがとても大事だなと思うんですね。例えば何かのコンサートを見に行きました。それがとても良かったことをアウトプットするという時に、言葉は無数にありますね。パッと思いつくだけでもこんな言葉があります。
良かった、楽しかった、面白かった、魅力的だった、魅了された、目が離せなかった、目頭が熱くなった、目を奪われた、感極まった、感動した、感激した、感銘を受けた、満足した、最高だった、心地よかった、胸が熱くなった、印象的、素敵、他にもたくさんの言葉が考えられます。で、今出したこの単語って聞けばわかる言葉だと思うんですね。なので、新しい言葉を覚える、難しい言葉とか四字熟語を覚えるとかいう勉強をするよりも、アウトプットの機会を増やす。これがとても重要だなと感じております。そのアウトプットの方法、一番のおすすめは、フリートークを録音して配信するです。ただこれはハードルが高いなとも思いますので、例えば今日あった出来事を SNS に投稿する、 X だったら短文でいいので、そういった簡単な投稿をするというのもアウトプットになりますし、あとは公開するというのに抵抗がある場合はスマホのメモに日記をつける、これだけでもアウトプットになりますね。スピーチトレーニング。それでは最後、語彙力を高める方法その3です。生成 AI の活用。チャット GPT もジェミニも日本語のボキャブラリーとても豊富になりましたね。コンサートを見に行ってよかったなっていう時に、よかった以外が思いつかないなっていう時は、よかった以外の表現を考えてください。こういうプロンプトを使えばですね、たくさんの言葉出してくれます。なので思いつかない時は生成 AI に聞くというのもありですね。で、これ聞いていっぱい提案してくれて、ああなるほどなでおしまいだと全然身につかないので、提案された言葉の中でこれがぴったりだなっていう言葉を選んでアウトプットするが大事ですね。 SNS で使うとか日記に使うとか、こういったことで語彙力は少しずつ高めることができますね。語彙力が高まればコミュニケーション能力も上がりますし、学習能力自体も向上するなと私非常に感じておりますので、ぜひやってみてください。スピーチトレーニング。で語彙力を増やすためにはフリートークを配信するのが一番のおすすめとお伝えしましたけれども、これを一人で継続するというのはなかなか困難だと思います。そこで私が運営しております五野へみきのスピーチトレーニングサロン、こちら毎月課題の締め切り日というのがあります。なので締め切りまでにやって提出するということをルーティンにされているメンバーさんたくさんいらっしゃいまして、とても継続されていますし、とても上達されていますね。話し方も良くなって語彙力も上がるという、そんな効果がダブルで期待できちゃいます。ぜひですね、サロンの紹介ページ見てみてください。それから五野へみきのスピーチトレーニングとしてメルマガも配信しております。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。